チェストンの皆さん、おはようございます。本日の先取り情報は、特別ゲストにベント・エン・ベディスさんをお迎えしてお送りいたします。皆さんはまだ知らないと思いますが、昨日、マヤ支部で突然緊急総会が開かれました。この情報を提供してくれたのが、まさにベント・エン・ベディスさんなんです。他の人、まだ寝てるんだけど。あら、ごめんなさい。うるさかった？私って睡眠の質があまり良くないのよね。それは早く起きる理由にはなるけど、テレビをつける理由にはならないよ。情報収集だと思ってちょうだい。そんな番組で情報を。ステファニーはまた死んだふりでもしてるの？他の支部の人が暗殺されるのをただ黙って見ているわけにもいかないでしょ。正当な理由があればやりかねないと思うけど。どうやらみんな彼女に対してあまりいいイメージがないみたいだね。イメージは最悪ね。ただそんな人でも気にかけてる人がいるとは思わなかったわ。彼って誰？あなたなら知ってるかと思ってたけど。残念ね。私はステファニーの人間らしくない側面しか知らない。彼女の人間性を見たことがないわ。どこから言えばいいかな。ステファニーにとってあなたも私もただの有益な駒。それは理解している？私たちは彼女によって駒として世界中に配置されてる。彼女の計画が私たちを必要とするとき、駒である私たちに活躍のチャンスが訪れる。私たちは独自の才能を持っているがゆえに彼女に捕らえられ利用されている。でも彼は違う。ああ、才能がないのね。彼は計画そのものなの。彼がいなかったらステファニーの計画はただの笑い話みたいに意味を失ってしまうの。なら、あなたにとって彼って何？彼は私の王子様。気持ち悪い。あなたが聞いたんでしょ？ええ、私が悪かったみたいね。もう本当のことを言っただけなのに。だから気持ち悪いの。あなたの口からそんなセリフが飛び出すなんてね。自分の運命すら他人に預けるような人が私の王子様。鳥肌が立ったわ。わあ、辛辣なレビューだね。私とあなたは違うみたいね。プリゾナーを知ってるなら私のような人間に自由がないことくらい分かってるはずよ。外で息をすることが許されているのはまだ利用価値があるからだ。この任務が終わったらどうするの？ここに残って後片付けか、地図にも載っていないどこかの町に飛ばされるかでしょうね。あの人がまた私を必要とするまで。何をするかじゃなくて何をしたいか聞いているの。サハラに行って
暖かい砂浜のあるところでバカンスかな。水着も何セットか買ったし。私に任せてちょうだい。ステファニーを説得してみるから。ステファニー様の腹心としての自信。1週間もネズミとして働かされた保証だと思ってもらえれば。じゃあ私への保証は？起きたの？保証はないとしても、せめて私の汚名は晴らしてほしいわ。もちろん約束したしね。あのステファニーと知り合いなんでしょ？彼女に頼んでも何ともならないの？ロキはプリゾナーっていうところに所属してたんだけど、この名前の意味はご存知？プリゾナー、その名の通り過去に重大な罪を犯してその罪を償うために活動している人たちのこと。仮にステファニーが権力を使ってあなたの罪をもみ消せるとしても、それはおすすめしないよ。本当に罪を償いたい、あるいは死にたくないならね。じゃあどうすればいいの？そうだな申し訳ございません。臨時ニュースが入ったので番組を一旦中断します。チェストン中心部から50キロ離れた無人エリアで前例のない大規模な騒務が発生しています。現在マヤ支部から精鋭ドライバーで構成された部隊が派遣され、起こりうる現在による災害の偵察と対処を行っています。今後の続報については引き続きニュースチャンネル2をご覧ください。まったく店は営業続けられそうにないな。あら、店長さん、あなたも起きたんだ。もう寝ていられる気分じゃないよ。またチェストンで混乱が起きるのか。前と同じように。